は食パンとじゃがいもがメインのブレッドパコラを作ります。安い食パンでも美味しく仕上がり、ピクニックなど外でも食べやすいのでお気に入りのメニューです。まずはじゃがいもの皮を剥いて茹で、マッシュポテトにしていきますね。パコラは日本でいう天ぷらなんて言われていますが、大きい違いは衣で使用する粉ですね。天ぷらは小麦粉。パコラはひよこ豆の粉末を水で溶いて衣にしています。さらにベジタリアンが多いインドならではの衣に卵を使わないところも特徴かもしれませんね。そして今回は残ったじゃがいもの具を次回の動画で2品日本風にアレンジしようと思います。ですのでこの動画でのじゃがいもの具は多めに作っていますのであらかじめご了承ください。8枚切りの食パンを全量を使って8個の三角ブレッドパコラができるのですが、今回ご紹介している材料の3分の1ほどの分量で足りますので、お手数ですが、ブレッドパコラだけの場合はそれぞれ3分の1の量をご用意くださいね。ということで、今回は手のひらサイズの大きいじゃがいもを4つを皮を剥いてカットし、水から茹で、スーッと竹串が通る柔らかさになったら、お湯を捨て、軽く火にかけ、残った水分を飛ばしてから麺棒で潰します。次は炒め作業になるのでフライパンを準備してくださいね。続いてフライパンに大さじ2から3の油を入れ、油が温まったらクミンシード小さじ1を加えます。クミンシードがパチパチと弾けるとすぐ香りがしてくるので、みじん切りした玉ねぎ1個分を加えます。全体をよく混ぜながら炒め、玉ねぎが半透明になってきたら、ニンニクと生姜のみじん切りを各大さじ1と、青唐辛子3本をスライス切りして加えます。青唐辛子がない場合は省略していただいて大丈夫です。むしろ現地並みに辛くなるので、辛いのが苦手な方は、後で出てくるレッドチリパウダーの量で辛さを調整していただいた方が良いかもしれません。今使っているのはインド産の青唐辛子で、とても辛いんですよね。ちなみにその辛さを体験したい方は、インド食材店等の冷凍コーナーに売られているのでチェックしてみてください。パッケージの裏側にインド産と書かれていれば OK です。2、3分炒めたら、ターメリックパウダー小さじ1/2分の1、コリアンダーパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ2、ガラムマサラ小さじ2を加えてよく混ぜ、弱火で炒めます。スパイスが鍋肌に張り付いてきたら、水少量を加えながら炒め、3、4分炒めたら塩小さじ 1.5 を加えます。もう2、3分炒めたら火を止めて、ステップ1で作ったマッシュポテトを加え、余熱で全体をよく混ぜ合わせます。全体がしっかり混ざると、カレー色になるので、スパイスを足す必要はありませんよ。これで具の出来上がりです。美味しそうなカレー色ですね。味見してみてくださいね。しっかりカレー味です。味が薄い場合は塩を足してくださいね。次はパコラの衣を作ります。ベースン、ひよこ豆の粉末 150g に塩小さじ4分の1とアジョワンシード小さじ1を加え、まずは粉だけで全体にまんべんなく行き渡るように混ぜます。そこへ水 250cc を入れよく混ぜたら衣の準備は OK です。衣の生地はどちらかというと緩めに作ると、この後うまく食パンに絡みます。最後のステップです。ステップ2で作ったじゃがいもの具を食パンにのせます。1枚の食パンに具をのせ、もう1枚の食パンを重ねます。あまり厚くのせすぎると、揚げるときにバラバラに崩れてしまうので、ほどほどの量がおすすめです。そして、少しアレンジで同じじゃがいもの具にチーズをトッピングしたブレッドパコラも作ろうと思います。具を挟んだ食パンはタワーのように積み上げておきます。一気にカットすると具が飛び出ず上手にカットできます。ではカットしてみますね。しばしご覧ください。カットできました。続いて揚げる油を温め、先ほど作った衣液にサンドした食パンを浸します。全体をくぐらせたら油で揚げます。
揚げ加減は、中の具はすでに出来上がっているので、衣がきつね色に揚がれば OK です。裏返して両面揚げます。もし、私のように側面まで油にしっかり入ってないようでしたら、側面もご覧のように立てて揚げてくださいね。そうすると全体にまんべんなく焦げ目がついて、見た目も美味しそうになりますよ。全体がこのくらいまで揚げられたら、油から揚げます。残りも揚げていきますね。チーズを挟んだものも同様に揚げます。そうしたらブレッドバコラの出来上がりです。音声はここまでになります。最後の美味しい瞬間は映像でお楽しみください。ありがとうございました。